韓国インチョン広域市ソンナム駅。着いたソウル飛び出してインチョンまで来てもうた。まあインチョン隣やからすぐ来れんねんけどね。ってことで今日行くところはこっち、ソウルメトロ7号線の終着駅。そんなソンナムの街をこちわさびが今日も行く。今日のこの動画はプロモーション動画になっております。ただ闇雲にお話を受けてるわけではなく、撮影とは別に実際にお店に訪れ大丈夫やと思ってからお受けしております。コメントでなんかこのチャンネルは全部広告やなんて言ってる人おったけど、そんなことあるかい。ありがたいことやと思いつつ今日の動画スタートです。駅の6番出口を出て歩いてると、そうか、チョンラ国際都市って書いてる。この方向にまっすぐ行ってたらインチョン港にぶつかるで。ここまっすぐか。船乗って日本に帰れるかな。もう何ヶ月も日本に帰ってへんからな。でもインチョンから日本行きの船ってなかったはずやねんな。日本料理も恋しくなってきたしな。ただこの町にもある。インチョン港行きは諦めた。ド派手なカツラ、これはメタルバンド結成できんな。6番出口を出て1つ目の交差点を右側にまっすぐ行く。ひたすらまっすぐ歩いて、やべえ、信号変わってもうてる。正直ここどこやねんなんて思いながら、ソンナム一ドンの行政福祉センターがある。自分の町の行政福祉センターも行ったことないわなんて思いながら目の前の横断歩道を渡る。まっすぐ歩いてくるといろんな店も見えてきた。少しずつ人の匂いというのが出てくる。ここは市場か。カンナム市じゃん。インチョンもカンナムスタイル。古っ。地元の人の在来市場的な感じ。それを過ぎると向こうの方に見えてきた。1泊2日ではなく0泊2日の日本旅行でもしてこよう。向こうの方から日本の夏メロがかすかに聞こえてくる。着いたー。早く먹고 싶다. 한국에서 일본의 분위기를 느끼게 해주세요. 今日のお店は滝本店。お好きでしょ、角ハイボール。はい、好きっす。なんかえらい貼ってあると思ったらハイボールの名家に4年連続選定されてるらしい。どこを見てももうハイボール尽くし。自分のとこでグラスも作ってある。ハイボールだけではなくもちろんメニューも書かれてる。じゃあ久々に日本料理をつまみにハイボール一杯といくか。入店です。一歩店内に足を踏み入れると、こういう感じ。テーブル席が何席かあるけどカウンターがずらっと並んでる。深夜食堂みたいやな。いらっしゃい。マスターの声が聞こえてきそう。いやちょっと待てよ、これは孤独な深夜食堂になってしまうんちゃうか。深夜食堂も孤独な人の集まりやから、そこどうでもええねん。気を取り直してこちらのメニュー、写真付きでいろいろ書かれてる。まずは鉄板料理。一番上には和牛ブラックタイガー、圧倒的1位って書かれてる。あとはホルモン焼きやトマトお好み焼きやら鉄板で焼く料理などがずらっと並ぶ。その隣には鍋料理、もつ鍋や牛バラのすき焼きなんかも書かれてる。まだまだ一品料理では大阪式鉄板焼きやら焼きそばもある。あとはマグロ料理や簡単な一品物も書かれてる。日本の居酒屋っぽくいろいろあってええよね。飲み物メニューにはもちろんハイボールのメニューが豊富にある。甘いものから淡白なもの、そしてスペシャルまで。1リットルハイボール。1リットル？もちろんミニハイボールや生ビールも置いてある。日本酒もあるわけね。いやもうぶっ倒れるから俺。じゃあ注文していこうか。 와규 브라크 타이거 홀몬 추가 하고요. 그리고 大阪式が気になる。私大阪で生まれた男やさかい。 오사카식 철판볶음 그리고 1리터 하이볼 맞으세요? 네. 하이볼은 여기 네 하이볼 종류 중에 하나 선택해 주시면 제가 1리터로 만들어 드리는 거라 맛 한 번만 선택해 주시면 오리지널로. 오리지널. 네네. 감사합니다. 네. 完璧。お店の壁には日本語で書かれたポスターがずらっと貼られる。じゃあ張り切って食べる準備、飲む準備を始めていく。久々のハイボール楽しみやな。来たねえ、감사합니다なんて言ってんねんけど、これが1リットルハイボール。
マジで言ってる？持ち上げるだけで筋トレできる。いや、そうやなくて、俺がちっちゃいんちゃうからな。グラスがでかいねんね。しかもこちらのハイボール、インチョンで唯一、インチョンで初めてサントリーが推薦するハイボールマシンを使って作られてるらしい。もうこれ顔と同じぐらいやで。いや、近いな。もうそれキスの距離や。これは飲みすぎてまう危険な匂いをプンプン感じながら1リットルハイボール1杯目。しかも強炭酸や。声出てもうた。春の虹、ふるさと夢ににじみゆく。ありがとうございます。日本でも有名な井川遥さんの角ハイボールの広告。そう、この店はサントリーウイスキーだけを使ってハイボールが作られてる。最近現役高いのに大変やで。本日2回目、お好きでしょ？はい、だからグラスは持ち上がる。グビグビっとお疲れ様一杯。韓国のハイボールはトニックウォーター使っているところが非常に多い。でもここは炭酸、それがめちゃくちゃええのよ。そんな中用意していただいたものは、お通しの七味を少しかけたハラペーニョとホタテの塩辛、滝オリジナルのハラペーニョをベースとしたソース、お塩、こちらもわさびソースとごまソース、そしてガスコンロまで机に置かれた。お箸横に置いてくれてる。韓国縦やからね。これに違和感を感じるところが日本に帰ってない証拠。そんな時、目の前の鉄板の温度が測られる。緑豆もやしが鉄板の上でヘラと共に踊り始める。キノコ、ズッキーニ、ナス、プチトマトも添え、パイナップルまで置かれる。その横には玉ねぎがスライディング。手際よく上からは塩、胡椒も負けじと降りかかる。逆サイドに目を移すと卵が割られる。鉄板の上には見事なまん丸お月様。そして再びまた鉄板の温度が測られる。来た、荒波を越えやってきたブラックタイガー。続いてこいつも。やはり主役は一番最後にやってくる。鉄板が一枚のキャンバスとなり、それぞれの色が主張し始める。うわあ、ええ感じに油出てる。いざ、もうめっちゃええ色。こっちも鉄板の上に春を告げる桜色。この方がすごい一生懸命焼いてくれはんのよ。そうです、鉄板を自由自在に操る女神。うわ、この霜降り具合よ。もうこれうまいやろ絶対。残りのお肉もサイコロ状に切っていかれる。これが人気メニュー圧倒的1位っていうのは納得できる気がする。ちなみに俺は何をしてるかというと、匂いを嗅いでいる。その匂いで一杯しようと、目は鉄板、右手は筋トレハイボール。ググッと飲むとショーが始まる。なんと彼女は女神じゃなかった、魔法使いやった。ちょっとかっこよすぎ。こうやって目でも楽しませてくれる鉄板焼き、俺もやりたい。で、実は俺も3年間鉄板焼き屋で働いてたんよね。もう25年以上前の話やけど、ずっと鉄板に釘付けで何も口に入れてんかったわ。お通しとして出していただいたこのホタテの塩辛、パクリ。コリコリとしててええ食感。もうこれ絶対酒に合うやん。料理が出てくるまでのこういうお通し大切よね。一口食べたら巨大ジョッキが持ち上がる。もうそろそろ出てくるんちゃうかなと思って鉄板を覗くと、ない！こっちから来てる！和牛ブラックタイガーホルモン追加登場です。まずはこの和牛を2ブロック。あ、ホルモンまでついてきた。大歓迎やで、そういうの。湯気のような霧が晴れると日本が見えてくる。一口。後悔を超えようとしてたのに、戦場のコンパスが狂い、鉄板に吸い寄せられてた。もうこの和牛柔らかすぎて口の上で溶けるわ。俺噛んでんのか？いや、確かに噛んでる。肉の味がじゅわっと広がるもん。そして偶然引き上げたホルモンの旨味も混ざり、ナイスミスと俺を褒めてあげたい。止まることのないお箸はそのまま牛肉をつかみパクリ。マーブリングスコア9という和牛を使ってるらしく、日本でいうと A5 ランクの高級和牛。数字は嘘つかんからね。ほら、時止まってるやん。
また噛み出したけど。だってこの肉汁味わいたいもん。ここでようやくハイボールの本当の力が発揮される。こういう肉にはよう合うやん。次はこのホルモンや。あんだけ火吹いてたからさ。温かさの残るホルモンをフーフー。そして一口。鉄板の上である程度余分な油が落ちたホルモンはシコシコとした食感の中からほのかに香るこの甘みで俺も溶けていく。最初出てきた時1リットル多いな思ったけど、こういう料理にはグビグビいってまうわ。いやん、最高。そしてこの料理のもう一人の主人公、タルタルソースという森をかき分けて進んでいくと、その中からはブラックタイガー。これは大量やな。持ち上げるとずっしりとしたこの感触。これ今気づいてんけど、食べる身の部分の殻取ってくれてあるわ。こういう気遣いありがたいよね。危ね。キャッチ&リリースはダメよ。パクリ。見た。歯を入れると中からエキスが出てくる。さすがや。身がプリップリ。それにしっかりと染みつく香ばしい火の味。俺はこの頭の部分も好きなんよ。また吹き出すこのエキス。もうちょっと。まだ生きてんやったら教えてよ。なんてくだらんこと言いながらも孤独な深夜食堂に酔いしれる。いやほんま酒のペース早いて。和牛とブラックタイガー、そしてホルモンでボリュームも満点。あれこれさっきの方ではないよね。髪の毛の色似てるから。でこれめっちゃ気になっててん。ハラペーニョで作った滝特製のソースやって。どんな味すんねや。恐る恐る口に入れる。これは辛い。辛さがじわっときた。ただこれは脂っこさ抑えてくれんやろな。韓国の方は日本の脂っこさや塩辛さが苦手な方が多い気がする。なので社長は韓国の方の口にも合うように開発されてんやろな。和牛とホルモンをこのハラペーニョソースと一緒に口に入れる。このハラペーニョの辛さがしっかりとこの油気をキャッチしてくれる。次は基本のこいつ。お塩を少しつけパクリ。まあこれは安定よね。お塩で引き締まったお肉は噛むたびに甘みが出てくる。だから俺はまた噛むのを忘れる。長いて。噛み始めた。トッピングでつけられてくるこのプチトマト。トマトの酸味で口が現れる。そしてキノコも。こちらもまた火の香りが染みついてる。ガリの上に乗っかったこのわさび。わかる。俺好き。俺も家で牛肉食べたりするときはこうやって生わさびを上から乗っけて食べたりするからさ。こちらも先ほどのハラペーニョと同様、牛肉の余計な油をキャッチしてくれる。俺の中ではこの味が安定しすぎてて自然に体で表現してしまう。今日俺は一人で食べてるけど、基本的には 2,3 人でワイワイしながら食べると非常に満足の得られる料理でもある。なんて言ってたら向こうの方からまた俺を満足させようとしてくる。火を少しつけ、一緒に出していただいたこのソースを上からぶっかける。色。このソースがこの料理の肝やにやろな。素早くまんべんなく混ぜていく。メニューには辛いと書いてあった。確かに下からちょっと辛そうな匂いがする。中には牛バラ肉、ホルモン、ニラがぎっしり入ってた。そしてこのソースが加わると滝特製の料理に仕上がる。なんでこれが大阪って思う人もおるやろ。っていうか俺が一番思ってたから。それは後で説明しよう。だって俺はもうよだれ出てきてるから。感じにまんべんなく混ざった。持ち上げた中には牛肉、ホルモン、もやしにニラ全てが詰まってる。これは熱いから大きくフーフ。こうしてるだけでもソースの香りが辺りを包み出す。時は来た。大きく一口。牛バラとホルモンのハーモニー。そしてその食感はもう言うことないねんけど、ほんまに辛い。メコマだっていう表現がぴったりやねんけど、伝わるかなこれ。無意識のうちにジョッキが傾き出す。この料理ハイボールのフィアンセや。基本的に辛い料理というのは日本には少ない。だから俺も辛すぎるのは苦手な方。でも見たでしょ、あの肉とホルモンの量。あれだけ入ると油もたくさん出る。だからこの辛さが必要になってくんのよ。こうやってハフハフしながら食べてハイボールを一杯。最高やん。
で、これがなぜ大阪式か。日本橋で生まれたコテコテの大阪人が聞いてみたんです。ここの社長、大阪で料理を勉強してたらしくて、その時に大阪でピリ辛の鉄板料理を食べたらしい。ちょっと工夫すればこれ韓国人の口に合うんちゃうかと。それで生まれたんがこの料理らしいんよね。だからか。俺の目の前にはこいつが掲げられてる。グリコの看板。これでも1個前のグリコやわ。もしかしたら社長さんこの頃にいらっしゃったとか。ほんでカニ道楽まである。ここ家から歩いて行けるから。そういう話を私事前に社長から聞いてたんですよ。もちろん美味しいというのは前提にありながらも、そんな社長さんの大阪での思い出と、私の故郷大阪で料理の勉強をなさったというありがたいという気持ちも重なり、今日はこの料理を頼ませていただいた。ほんまか？ただ酒飲みたかっただけちゃうの？ほら1リットル全部飲んでるやん。もうメニュー見てるし。でももう次は1リットル無理やからな。コンサートハイボールジュースや。手持ち無沙汰になってもうた俺は青リンゴハイボールが来るまで目玉焼きで時間を潰す。口の周りにタルタルソースがついてるのも関係なし。7、80年代の日本の夏メロが流れる中、ジュークボックスがこの曲を流し始める。青リンゴが行方口元に今中合和牛의柔らかさに歯は구조 조정 대상 두 손으로 들이하게 입속에 썩어유溢れる秋쓰는頬を적시는春の雨大阪式料理が俺の記憶焼き直す部長はもやしが上の食べ始めすごいどんとうがらし町昔の思い人和牛とホルモン연기向こうでサラジョがね좋게 들어올리면 이 노래 단련되고 고독한 심야食堂 거리の소리가響く말없이 아쉬웠음에 대빵가 속삭이네忘れかけた故乡풍경今夜は내가大阪룬드マーク確かに甘いハイボールは苦手やねんけど、ここの青リンゴハイボール果肉も入ってんのよ。なかなか韓国じゃ珍しいよ。でもなんか口寂しいんよね。小料理の欄になんか書いてある。수제치즈주세요。自家製チーズ&クラッカーいうの頼んでんけど、その横に赤い文字で冬にはイチゴって書いてる。지금 겨울인가요? 聞こえてらっしゃらないかな。 봄인가? さて何が出てくんねや。いちごやった。でもその前にこの気になる自家製チーズスプーンで取っていきたいねんけど、わかるかな。すごい粘り気があんのよ。いやもうわかった。俺これ食べんでもわかるやつや。これ絶対好き。いや食べるけど。ねっとりとした甘さ控えめのチーズ。うまっ。じゃあやっぱりこれはクラッカーと一緒に食べていかなあかんやろ。いやーもう気分はホームパーティーやわ。したことないけど。そしてこのスライスされたイチゴを1枚。そして欲望のもう1枚。こうなったらこのチーズももうちょっと欲しい。自分で作っといて見とれてまうわ。デザート。パクリ。サクサクとしたクラッカーに甘いイチゴ。そこに加わる自家製チーズ。思わず拍手が出る今日の締め。他の季節やったら果物何になるのか結構気になるけど、このチーズがうまいから何でも合うんちゃうかな。デザートとして一度ご賞味あれ。それにしても今日はよう食べた。いやようけ飲んだ。これが最後の一杯になるやろな。ハイボールの名家のハイボール。氷の音が虚しく響いてもこれが最後の一杯。インチョンソンナムで見つけた孤独な深夜食堂。
そろそろ閉店のお時間。最後のクラッカーを口に入れると、口の中の水分全部奪われてもうた。水分補給したいところやけど、さっき全部飲んでもうたからな。いくらジョッキが天を見上げてもほぼ水しか出てけえ。だけどな、こっからもう一杯っていうのはちょっと飲みすぎるよな。しゃあない、最後水でも頼むか。 물 좀 주실래요? ここでビールっていう選択肢もあったか。いや、あかん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 。水持ってきていただいてんけど。角瓶？いや、これ角瓶やって。俺ここでもうたらふく飲んで寝て帰れってこと？俺はそういう風に受け取りましたけど。あれ？なんかちょっと色違う。色が濃いんちゃうかな？なんとこれはここで水として出してくれるホッケ茶らしい。ホッケ茶って韓国では主に二日酔いの時とかに飲むお茶ね。角瓶から出てくるホッケ茶。色も似てるしナイスアイディア。社長さん大阪にいらっしゃったんならグリコかな？じゃあこの角瓶、コチュワサビでキープでお願いします。インチョンのソンナム駅にある大阪で料理の勉強をされた日本の居酒屋、滝本店。素材の味を大いに生かした居酒屋メニュー。いやー、大満足や。俺は完全に釣られてもうた。店を出て歩いてると、嘘やろ。ガマちゃんののればん。いや、もうええて。あったで、お店には韓国焼酎も。でもああいう居酒屋行ったらハイボール飲みたいやん。じゃあ次ね、帰りの大合唱でも聞きながら飲ませていただきます。インチョンの方にお住まいの方はぜひ、いや、そうじゃなくても韓国で本格ハイボール、そしてそれに合う居酒屋メニューを食べたいという方はぜひ行ってみてください。おすすめです。ということで本日の食物語はこれでおしまい。잘 먹었습니다。